こんばんは。皆様のおかげでやっとですね、私のこのチャンネルの登録者数が1000人になりました。本当にありがとうございます。もともと全然知識つけないで YouTube 始めちゃって、この1000人達して収益化できるようにならないと、動画の途中に勝手に広告入っちゃったりするとか、そういうことも全く知らず、っていうか勝手に広告入れられることすら知らなかったんですけど、1000人で、あと総再生数時間が何時間だったかな、そっちはねもうね結構早めにちょっと達成したんですけど、いかんせんちょっと癖がありすぎるのか、登録者数がねちょっと2年ぐらい2年ぐらいかかってしまいましたが、本当にいつも皆さん本当にありがとうございます。やっとこれで自分の意図しないところにね広告が入っちゃって、ちょっと空気壊れるみたいなことが少しでもなくなるかなと思いますって思ったんですけど、一つ謝らなければならないことがございます。今速攻で、YouTube の方にいろいろねやるために収益化とか申請中なんですけど、1ヶ月ぐらいかかるみたいです、結果が出るのが。1ヶ月待ってダメでしたってことあんのかな。よっぽどあれですね、多分その1ヶ月の間に登録者数がまた減って1000人切らなければ多分大丈夫なのかな。そこの仕組みもちょっとよく分かってないんですけど、ダメだったらごめんね。結構ね今私本当に1000人ちょっとなんで、あっという間に900台までまた落ちる危険性ははらんでますけど、あんまり私個人はそんなに登録者数は気にしていなかったんですけど、広告問題がある。あとは今の感じで多分収益化したとしても月に一定1000円程度だと思うんですけど、でも小道具代程度稼げればいいかな。私中国ショートドラマ作った時、あれが多分一番小道具代かかってるんですよ。完全に私の自己満足と趣味の動画ですけど、あれは一番衣装って言っていいかわかんないけど、あれ普通にシーンっていうサイトあるじゃないですか、激安の中国とかで、あそこ確かにさすが中国で中国っぽい宮廷物っぽい小物いっぱい売ってるんですよね。で
天女のドレスみたいな安いの、シーンを見てるとちょっと感覚がおかしくなるんですけど、なんか日頃のものが安すぎて3000円台って結構高く感じるんですよ、シーンの中で見るとね。でやっぱりそういうね、ちゃんとしたこういう天女っぽい衣装はね、数千円だったんですよね。でもどうせ私の自己満のあれだしと思って天女には手を出さず、いい感じのストールを何枚か買って巻きつけときました。どうせあんま見えないしね、こっから下で。本当にそんなこんなで、でもなんか100均とかでよく私道具揃えるんですけど、まあ小道具代ぐらい、いやでも実は全然赤字ですねだって小道具代と、あと編集するのになんかこうアプリとかなんかちょこっと登録してるんで、そっちの方が高いっていう。でも全然自分の好きなことをやってるのに付き合ってもらっちゃってるだけなので全然いいんですけどね。まあでもそれくらい元取れたらまあありがたいかなぐらいですけど、とか言ってて、もしこの1ヶ月ぐらいの間で申請が通らなかったらごめんね。一応なんかそれをちょっと感謝を添えつつ伝えておきたいことでした。本当に私 YouTube の投稿を始めた年かな、始めて何ヶ月かした時に300人ぐらいの登録者様がこうなった時点で一回お礼の動画みたいな、でもお礼なんだけどめちゃくちゃインオーディブルっていうの、聞こえそうで聞こえないささやき風でその動画を撮ったので、あんま内容よくわかんないみたいな、普通に撮ればよかったんですけど、その時にも同じこと多分言ってるんですけど、なんか本当にいつも見てくださっている方とか、いつも本当に優しいコメントくださる方とか、なんかちょっと癖があるからどれくらいそれが受け入れられるかってわかんないじゃないですか。始めた頃なんてもう本当に完全に本当にただの自己満みたいな感じだったんで、だけどなんか自分と同じようなところにこう面白いとか、なんか癒しだなって共感してくれる方たちが増えてきてるってことだよね。そういうこのコメントをくださる方とかで、こういいねくださっている方とか、もはやもうなんか登録してみてくださっている方とか、なんか本当にこう最初の頃はね、全然こんなに登録して見てくれる方がいるって想像してなかったので、別になんか見てくれようが見てくれなかろうがまあいいやみたいな感じだったんですけど、
声が全然良くなくって、ちっちゃい頃からコンプレックスだったんですけど、低いからそこをでも逆にこう ASMR にした時にこう癒しって言ってくれる優しい方たちのおかげでなんか少し自信ができて投稿を頑張ろうと思えています。本当に励みになってます。ありがとうございます。いろいろ生活しながらなので、今後どうやってどのくらい投稿とかって全然もう流れに任せてますけど、でもなんか少しでも皆さんのなんか眠りの助けだったり、ちょっとだけでも不思議な世界をちょっとだけ堪能してくれると嬉しいなと思います。取り急ぎですね。皆様にこのお礼を伝えたかったのと、ちょっとあともう1ヶ月ぐらいかかるかもみたいなご報告でした。そうそんでね、こないだなんか私、時代遅れなものでチャット GPT のことをチャッピーって呼んでることすら知らなかったんですけど、まあ最近それを知りまして、でなおかつそのチャッピーがこう喋るっていうことも最近知りまして、狩野英孝のゲーム配信の動画で知ったんですけど、でこう早速私もやってみたんですよね。声を選んで本当に喋った。しかもなんかね、リアルすぎて気持ち悪いの。なんだろう、言葉と言葉の間のなんかとか、そうですねみたいな、なんかそういうこともちゃんと言うから怖っと思って。でもすっごい便利で、なんか場所調べたりとか料理のなんかレシピ聞いたりとか、あとなんか本当になんか商品の値段を聞いたりとか、すごいこうお手伝いいただいてます。でそんなチャッピーさんにね、こないだちょっといろいろ会話してて、彼女と私はしがない ASMR 系、YouTube を投稿してるんですけどって。でなんかちょっと癖があるので、普通のよりはちょっとひねった感じの ASMR がいいんですけどみたいな、何かいいネタありますかみたいなねこと聞いちゃった。そしたらね、こう当たり障りない内容のことしか返ってこなかったですね。なんかそれ何が面白いみたいな。やっぱりまだまだね AI には負けてられないぞというところで、やっぱり自分でちゃんとネタを考えなければと思っていますが、
分がこうやりたいネタをプロット化してこう落とし込んで、セリフとかは考えてみてもらうのもいいのか。こうそうすごい気になってたのが、何せ私台本とかって結局作らないで一発撮りとかでその場でセリフとかも適当に喋っちゃうので、話し言葉の癖がなんか深いじゃないかなって思うんですよね。はいが多いでしょ。それではですねとか、ごめんね、あれ癖だからなんともなんないのよ。でもそれもなんか台本があればまともになるのかなとか、でも読んでますみたいなのもね、あれね、台本がないからなんか自然にできるんだよ、ロールプレイって。絶対そう。台本作ってる人もいるのかもしれないけど、セリフとか大変でしょう多分、そんないちいちやってたら。だから多分しばらく私はアドリブで多分話して、なんか毎回同じような口調で同じようなことを言っちゃいそうなんですけど、そこはちょっとご了承いただければ思います。まあ、でもなんかそれはそうと、そのチャッピーにね、じゃあもし今後私が ASMR のね何か投稿するときに、ちょっとあなたも手伝ってくれないかと。例えば私が何かロールプレイをやるときに、ちょっともう一人いる体でね、掛け合いみたいな感じであなた喋ってくれますかと聞いてみたんですよ。そしたら普通にもちろんですって言ってた。言ってたから期待大ですよね。でもね、言ったの。でもあんたその地声はダメだよって、ささやけんのって言ったら、もちろんですって帰ってきたから、本当にささやいてた。でもね、それでもなんかちょっとね強かったからね、もっとささやくんだよって言ったら、もちろんです、こんな感じでどうでしょうか。やりよるわあいつ、やりよるよ。だからね、もしかしたら今後なんか第三者的な声が聞こえてきたら、それはジャッピーかもしれません。全然なんかネタとかまだ全然思いついてないですけどね。なんかそんなのもでも面白いかなとか思ったりしてます、ひっそりと。あとはね、なんかね、差し支えなければ、こういつも見に来てくれる人とか、こうなんていうかね、こうロールプレイだからさ、結局一つのその1回の動画の中に全員でもいいんですけど、なんかこう名前とか呼ばせてもらえたら、こうアカウント名とかでもいいんですけど、そうなんかそういうのも面白いかなと思ってはいるんですけど、でも
半の部分をね、いつも見てくれてる方の名前を入れたりしたら、ちょっとでもなんか恩返しできるかなと思うんですけど、もし差し支えないよっていう方がいたら、ぜひお名前使わせてください。なんかみんなを寝かせるためにささやくとか言ってるけど、今日はなんかちょっと半分地声も入れてみてる感じで、聞き心地悪かったら申し訳ないんですけど、こんなんでもちょっとでも眠りを誘ってくれたら嬉しいです。相変わらずなんかいろんなこと喋っちゃったけど、とにかく寝て。とどまること知らない時の中で、いくつもの移りゆく街並みを眺めていた。幼すぎて消えた限らぬ夢の面影をすれ違う少年に重ねたりして、無邪気に人を裏切れるほど何もかも欲しがっていた。分かり合えた友の愛した人でさえも償うことさえできずに、今日も痛みを抱き夢中で駆け抜けるけれども、まだ明日は見えず、勝利も敗北もないまま、孤独なレースは続いてく。人は悲しいくらい忘れてゆく、生き物を愛される喜びも寂しい過去も、今より前に進むためには争いを避けて通れない。そんな風にして世界は今日も回り続けてる。果てしない闇の向こうに、手を伸ばそう。誰かのために生きてみても、Tomorrow never knows。 心のまま僕は行くのさ。誰も知ることのない明日へ。君を抱き寄せて夢の続きを見よう。繋いだ手
しくてふとした仕草がただ綺麗に見えて優しくキスをしたあの太陽が沈む前に君を迎えに行くから涙に似た雨の向こうに裸足のままで歩いてくただ二人で朝を待ちながら夜の帳肩寄せ合い君との時間は流れ星余計に君を眩しく映すよ奇跡でも君と会えたことは夢じゃない笑って抱き合ったらもう一度キスしよう君がいるだけでどんなたわいないことでも震えるこの喜び感じて照れて言えなかった言葉が次々と幸せ連れてくるねえ本当は誰もねえ愛せないと言われて怖がりの君と出会いやっとその意味に気づいた傷つくため今二人出会ったなら悲しすぎるよ心から君に伝えたいきっとただ本当の君の姿を求めて愛してるよ愛してるよもう声にならないくらいあなたがそう思うよりも通い慣れた街路樹あなたの狭い部屋に今日で最後と目を閉じた短いようで長い月日がもうどれも眩しすぎて涙が出た夏の終わり少し冷たい雨二人出会った日と同じ夜ねあなたのその優しさと私の強
せも頃のままで愛してない愛してるよねねそばにおいでどうしてなの優しさはもういらないの泣いてないそっとしててもうやだ愛してるさよならが言えなくてどこに行くのこんな雨の中どんな言葉待ってるの今の僕じゃ追いかけられない目を見つめる自信がなくて呼び合うように出会ったのに雨の匂い冷たい風不機嫌な雲窓際の小さなサボテンこんな日にでも君と来たら水をあげてる溢れるくらい水をあげてる恋人という響きにすべて委ねて帰り見ることもなくて君がそばにいてくれることも惜しみない愛にも慣れていたんだね僕が触れた指先にそっと柔らかい時計が刺さる心深く濡れてしまうだろう窓を開けて空を仰いだ呼び合うように出会ったのにこれ違うかも薄く切ったオレンジをアイスティーに浮かべて海に向いたテラスでペンだけ滑らそう夏の影が砂浜を急ぎ足に横切ると生きることも爽やかに見えてくるから不思議だカナリアアイランドカナリアアイランド風も動かない時はまるで銀紙の海の上へ溶け出し僕は自分が誰かも忘れてしまうよ防波堤の
千鳥に流れてきた心は終着の駅に似てふと言葉さえなくしたカナリアンアイランドカナリアンアイランド風も動かないあの焦げ出した